デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回のテーマは一番自分が苦手なものにチャレンジしました。見ていただければわかるように近景の植物、集合体ですね。収録時間は2時間40分で、今回の動画の倍速は13倍になってます。苦手意識があるものって人それぞれ違うんですけど、僕に関して言えばこのカットが一番最大の難敵というか不得意な分野になるかなと思います。自然物がうまかったり人工物がうまかったり、もともと持っているその性質によって得意不得意があるんですけど、プロになるとそういうのもやっていかなきゃいけなくなる環境になるので、得意なものばっかりやれる環境にはない。仕事に応じてやっぱり出力しなきゃいけないもの変わってくるじゃないですか。なんで頻度はそこまで本編の中にあるわけではないんですけど、たまにこういうカットが来るとちょっと嫌だなとかって思ってしまう。やる回数がもしかしたら少ないすぎるのかもしれないですよね。一番やっぱ僕が嫌だなって思うところは逃げられない。逃げ場がないんですよ。このアングル、この距離感の植物、書き飛ばすことがほとんどできない。俯瞰の街もそうなんですけど、見えてるレンジ、距離感がある程度一定。言ってること分かりますかね。普通の街並みとかだと1メートル先のものから数キロ離れたもの、雲とかそれに当たると思うんですけど、雲ではなくても遠くのビルとか遠くの木とかそういうのが入ってきて見えてるレンジが全然幅が違うんですけど、こういう近景のものってレンジがほぼ一定じゃないですか。1メートル先ぐらいまでしか見えないみたいな。書き飛ばしがなかなか難しいんですよね。なのでしっかり描写しないといけないっていう、隅々まで手入れなきゃいけないし、面倒って言ったら面倒だし、特に植物になってくると葉っぱが重なったり、いろんな植物が折り重なってる部分をうまく描写しないといけなくなる。すごく難しいんですよ。なんで今回は写真レイアウトなんで、そこの構成の面ではあまり脳を使うことがないんですけど、本編のアニメの背景の中だとこういうしっかりしたレイアウトってほぼほぼないので、自分で構成しながら臨場感を持って書き上げなきゃいけなくなるっていうのが個人的にはやっぱりすごく難易度が高いなと思ってるんで、だから苦手なんだろうなと今はそう解釈しています。この後葉っぱにそれぞれ葉脈書き入れていくんですけど、葉脈皆さんわかりますか？葉っぱの筋みたいなやつですね。あれを所狭しと並んでる葉っぱに全部書き入れなきゃいけないっていうのがこのショートレンジの一番厄介な部分、他のマッチとかの厄介な部分かなと。一定の書き込み量でずっと仕上げていくんで、割と見せ場がなかったりとか、そもそもレイアウトかっこよくないとあまり成立しないものが結構多いんですけど、この写真に関してはすごくいいなとも思います。それぞれオブジェクトいろいろ石があったり、人工物の左側に車輪があったり、右側に門みたいなのがありますので、人工物と自然物のバランスがちょうどよく調和されているいい写真だなと思いました。皆さんにちょっと質問があるんですけど、コメント欄でご意見いただいたんですけど、等倍速で見たいと、個人的にはですよ、眠くなるんじゃないかなってあんまりおすすめしないんですよ、等倍速って。でその理由も自分の中にあって、実際に自分でライブで書いてる時は思考しながら手を動かしてるんで、自分的には退屈してないんですよ実際ですけど、見るだけになった時に見るだけなので、どういう風に書こうかな、これからどういう風に仕上げていこうかなっていう脳が働いてないので、脳の作業量が著しく少ないと個人的には思ってて、なのでただその等倍速で見るっていうのは割と退屈なんじゃねえかな。ですので試験的にちょっとこの動画普通に編集したやつと、あと等倍速2倍ですかね、2倍ぐらいにしたものを BGM を足してアップしようかなと思います。見てちょっと感想をお聞かせいただければ。等倍速で出すのは全く作業量大して変わらないって言ったらあれなんですけど、無編集で出すだけなので、そんなにカロリーかからないからやれなくはないんで、もし、両方あってもいいのかなとも思うし、1個でも十分かなとも思うし、僕は作り手なんであまり受け取り手の感覚っていうのがわからないので、ぜひ皆さんコメント欄意見いただければと思います。やっぱりこの編集したバージョンだけで大丈夫ですよっていうのであればそれでもいいし、手元の映像と等倍速でっていうのがセットだったんで、もしかしたらそのコメント
ントをいただいた方は自分がどういうキーを使って作業してるかが知りたかったのかもしれない。ただ自分の場合左手デバイスにしてるので何を打ってるかわかんないと思うんですよ。だからあまり手元を映しても参考にならないかなっていう気はしてますので、とりあえず2倍速でちょっとダラダラ流してみますね。睡眠導入コンテンツとしてはすごく優秀かもしれません。僕眠くなるんで多分おそらくそれ見てると。自分も眠れない時とか見る動画とかあるんですけど、昔で言うと単行本、見終わった漫画の単行本を見ると眠くなるとかね。それぞれ皆さんあると思うんで、そういうのにも使ってもらえたらなと思います。ちょっと絵の話に戻りますね。ここからめんどくさいなと思ってる書き込み、葉っぱの書き込みの作業に入っていきます。葉脈を足したりとか、葉っぱの前後関係をしっかりコントロールしていくっていう段階がもうこれが仕上げのもう最終工程にだんだん近いという感じですね。それぞれの葉っぱを区分けしてどんどん書き込んでいく。これが前でこれが後ろで影が落ちてとか、葉脈こうで枯れててとか、これはちょっと違う植物の色でとか、なんかそういうのも写真見ながら自分の都合よく解釈できるように塗り進めていくっていう段階ですね。もうずっと続きます。布とか描くの上手い人はわかると思うんですけど、めくれてる裏返ってる表現とかね、葉っぱもあるんですけど、それがうまくできるとおーって思いますけど、自分の手癖でやっちゃうとどうしても葉っぱって同じ向きだったり同じ形になってしまいがちなので、こういう写真模写を通じていろんなレパートリーの葉っぱの状態をインプットするいい機会になってるかなと思います。実践の時に使えるかどうかはちょっと分かりませんけど、こういう枝とかね、枯れてる表現、枯れたものが下に落ちてるっていう表現は、これは全然本編に使えるなっていう、これが自然の風景なので、やっぱり朽ちてって下に沈殿してって、これが土になっていくみたいな、その自然のサイクルってあるじゃないですか。本編でも表現できればいいなと書きながら思ってました。アニメーションのレイアウトってすごく簡略化されてるんですよ。こんな細かくしっかり書いてないし、ジブリのレイアウトですらここまで細かく書いてはくれていないんですよね。なので美術の人たちが、アドリブだったりそこにあるであろう臨場感を付け足していくっていう作業が、僕らの醍醐味でもあるんですけど、作業してて面白いなってやりがいがあるところなんですけど、なので何も当たりがないところでどのぐらい表現できるかっていうのは経験の差だったり、あと参考資料の差だったり、その美術の方向性の差だったりするので、一クリエイターとしてやりたい表現を作品内の制限の中で表現していくっていう、ちょっと難しい話になりますけど、すごく大事なポイントだし、すごく楽しいところ、アニメーション美術をやってて楽しい部分がそこかなと思います。でこういう掘り下げができるとどんどん絵が楽しくなっていくと思うんですけどね、満足いく仕事ができる。あとは時間かけすぎないってことですかね。かけすぎちゃうとやっぱりテレビアニメーションのスケジュールに乗らなくなっちゃうので、劇場とかはまた別ですけど、ただ劇場も意外と話聞いた感じだと意外と時間ないんだなっていう感想ですね。割と手早く済ませてる場合もあるんだなっていうのは感じました。どの現場も割とパツンパツンというかね、みんな頑張ってアニメーションの仕事をしてる人たちはうなずいてくれると思いますけど、割とスケジュールないんだよっていうのは知らない人たちには教えてあげたいなと。テレビアニメーションのスケジュール感って皆さんわかんないと思うんで、過去の話でさせてもらうとですね、一番業界全体が逼迫していた時期は本当に週に1本、中6日で1本とか、そういう次元の時もありました。今はだいぶ緩和されてて、一個の原因としてはテレビ業界自体の力が少しなくなった、強制力とかがなくなってきたっていうのが割と大きいかな。絶対に放送を落とせないっていうのは今も実際そうなんですけど、業界全体がもう本当に疲弊していた頃ってもうそれでもやっぱり回らなくなって、何本かそのクールのタイトルで放送を落とすっていうことが頻発した時があったと思うんですけど、それを機にコロナだったりいろんな働き方改革みたいなことで現場もだいぶ変わってですね、今はすごく平和になっています。ツークールものも昔は連続でやってたんですけど、今は間空けるようになっていますね。個人的には良かったなと思ってます。作業者からするとだいぶ負担は軽くなってきたので、昔ほどブラックではないっていうのが現状だと思いますね。まだ
ら会社によってはいやいやうちは超ブラックだよとかってあるかもしれないですけど、まあ少なくともマルチョ商店は今のところ全然超ホワイト企業って感じですね。前もちょろっと話したかもしれませんけど、マルチョ商店では朝朝礼をやっていて、その時に必ず一人一人シェアする時間があるんですよ。でその事象に対してどういう感想を持ったかっていうのを短く簡潔にまとめて話してもらうっていうのをやってて、実際アニメ業界でこの自分の意見をこうスムーズにアウトプットできる人ってそこまで数いなくて、割とその毎日のそのシェアだったり、あと考え方の共有にもなるので、前のね職場とかいろんな職場で人間関係の問題とかってあると思うんですけど、それって大体考え方の違いだったり解釈の仕方が人それぞれで異なるっていうことがまず理解できてないっていうのが僕の中では問題があるなと思ってたんで、その朝礼やることによって考え方の違いだったりを認め合うって言ったらちょっと聞こえはいいんですけど、ちゃんと相手がどういうふうに考えているのかっていうのを聞くことができる機会を毎朝設けているんで、それはすごく社内環境にとってはすごくいいなと思ってて、あとは後々につながってくる仕事の面でも自分の意見を簡潔に伝えるだったり考え方をしっかり持ってるっていうのがこのマルチョ商店の社員の強みになるかなと思って今朝礼をやっています。苦手な人いると思いますけど、うちの会社の雰囲気からするとそれも受容できるような優しいって言ったら自分で優しいって言ったらあれなんですけど、割と寛容なタイプだと僕は思ってるんで、そんなに怖がらなくていいかなっていう気はしてます。そのうちまた求人するとは思うんですけど、とりあえず今の箱がもういっぱいいっぱいなんで、どっかで引っ越す時にまたちょっと募集かけたいなとは思うんですけど、ちょっとどのぐらいの目処になるか全く読めませんので、はい。そうだ。あと、ホームページなんですけど、アクセスできるようになってます。前は iPhone とかだと入れたんですけど、エクスプローラー上からはなかなか行けなくて、専門家の人に見てもらって、ようやくスムーズに見れるようになりました。ちょっとね、メール機能はまだ復旧してなくて、問い合わせとかされてもこっちに届かないので、すいませんが、そこら辺はまだ停止してますので、問い合わせされても僕の方には何も来てないっていうことで、すいません。で、今日も最後にちょっと写真の方だけオーバーラップして終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。これで完成ですね。で、オーバーラップしてこんな感じ。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。